皆様こんにちは、セリナです。今回はクレト工房店のホリデーコレクション2024よりオンブルクルルクアドリの限定色502を使ってこちらのアイシャドウの特徴を生かしつつパーソナルカラーを使いこなして似合わせるメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。以前メインチャンネルでこちらのアイシャドウ1色ずつの単色塗りと全色を使ったメイクルックをご紹介しましたが、他にもいろいろなメイクパターンを知りたいとリクエストいただきましたのでご紹介していきます。少しでもメイクの参考になれば嬉しいです。パレット1色ずつの単色塗りやアイテムの詳細情報、そして同時に発売されている限定ハイライトについてはメインチャンネルでご紹介しておりますので、気になった方はぜひメインチャンネルもチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回使用していくオンブルクルールクアドリのホリデー限定色502の特徴を簡単にご紹介していきます。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。明るくくすみ感のあるベージュに微細なゴールドのラメが散りばめられています。黄みがあり明るめのカラーが得意な方全般、くすみカラーが得意な方にもおすすめです。16タイプだとイエベ春の全タイプ、イエベ秋の中のミューティッドオータムに特におすすめ。続いて右上はブルベ夏におすすめ。かなり青みが強いくすみ系の明るめブルーグリーンにゴールドの微細なツヤが輝きます。青みがあり明るいカラーが得意な方、明るめのくすみカラーが得意な方におすすめ。16タイプだとブライトサマーやビューティッドサマーの方に特におすすめです。続いて左下はイエベ春、ブルベ夏におすすめ。透け感のある明るいイエローベージュのベースにオレンジがかったイエローゴールドとシルバーのラメが輝きます。明るいツヤカラーが得意な方におすすめです。16タイプだとライトスプリング、ライトサマー、ライトスプリング、ブライトサマーにおすすめ。最後右下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ふんわりマット質感のニュートラルなレッドブラウンカラー、ブルベタイプのシメイロブラウンとして使いやすいカラーです。それではこちらのパレットを使ったメイクを3パターンご紹介していきます。まず1つ目はブルーグリーンのカラーをメインに使ったメイクです。明るく儚げなイメージに仕上げたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず左下のカラーを指に取って上まぶた、アイホール全体にのせていきます。こちらはクリーム質感のアイシャドウベースになっています。単色でも微細なラメがきらめいてとても可愛いですが、このカラーを仕込んでおくとアイシャドウ同士がピタッと密着して発色も良くなり色持ちもアップします。続いて右上のカラーを指に取って上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。クレトポーボーテのアイシャドウは粉質がかなり微細で肌に滑らかに溶け込んでくれるので、クリームベースを仕込んでいたり指で塗ってもこんな感じでかなり自然に発色を調整することができます。ラメカラーと合わせることでこちらのブルーグリーンに儚さが増していきます。最後に左上と右下を付属のチップの太い面で合わせて下まぶた全体に薄くぼかしていきます。上まぶたはシメ色なしの明るめカラーで揃えたので、下まぶたにくすみカラーをのせて程よい陰影をつけていきます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。1つ目のメイクではこちらのパレットのブルーグリーンのカラーをメインに使って明るさと儚げな印象を前面に出したメイクに仕上げてみました。ブルーグリーンのカラーは単色塗りするとラメやパールは控えめでくすみ感が目立ちますが、
左下のクリームベースと組み合わせることで、くすみの中に微細なラメが足されて透明感がよりアップします。ブルーグリーンのカラーをしっかり発色させていますが、肌なじみがいい粉質と上品なカラーなので、そこまでやりすぎ感が出ないところもさすがクレドポーポテですよね。上まぶたには締め色をつけなかった分、下まぶたにはくすみベージュとレッドカラーで程よい陰影と血色感も出しています。明るいカラーや微細なラメの繊細な輝きが得意な方におすすめです。パーソナルカラーに分けると、ブルベ夏やイエベ春、16タイプに分けると、ブライトサマーやブライトスプリングタイプの方に特におすすめです。着てみるとこんな感じです。続いて2つ目は、ブルーグリーンとレッドブラウンを上まぶたに使って上品な大人カラーメイクをご紹介していきます。カラーを使いつつ大人っぽい深みを出したい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右下のカラーを指に取って、上まぶた、目を開けた時にカラーが見える位置まで全体に塗っていきます。今回はクリームベースなしで直接このカラーをベースに塗って、このパレットの上質なマット質感をしっかりと出していきます。このブランドの締め色よりもかなり発色がナチュラルなので、全体に塗ってメインカラーとしても使えます。不足のチップの太い面にも取って、下まぶた全体にものせていきます。左下のレッドブラウンカラー、単色塗りでもとても可愛いですよね。続いて右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から外側に向かって目尻側にしっかりのせていきます。レッドブラウンとブルーグリーンは少し難しそうな組み合わせに感じますが、どちらにもくすみのニュアンスが効いているのと、発色も強すぎないので、こんな感じで2色をしっかり組み合わせてもそこまで派手すぎる印象にならなくて、どこか落ち着いたニュアンスに仕上がってくれます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に塗って、レッドブラウンとブルーグリーンの境目をぼかします。このカラーで境目をぼかすことで、より自然なグラデーションになって2色が馴染んでくれます。はい、2つ目のメイクはこんな感じで完成しました。2つ目のメイクでは上まぶたにレッドブラウンとブルーグリーンをしっかり発色させたカラーメイクに仕上げてみました。上下のまぶた全体にレッドブラウンを指でしっかり発色させて、目尻側半分にブルーグリーンを重ねてみましたが、2色を重ねても意外と強いカラーメイクにならなくて、お互いに自然に溶け合って上品に仕上がっているところがすごく絶妙ですよね。どちらもくすみのニュアンスがしっかり効いていて、カラーがはっきり出すぎないので、レッド系とブルー系も派手になりすぎずに組み合わせることができます。黒目の中心にベージュブラウンをのせることで、グラデーションの境目をぼかして、よりなじませやすくしています。このパレットのカラーを全面に出したいという方や、深みのある印象に仕上げたいという方にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると、イエベ秋タイプ、16タイプだと、くすみが得意なミューテッドオータムに特におすすめなメイクです。着てみるとこんな感じです。最後はこちらのパレットを使った普段使いにもおすすめのメイクをご紹介していきます。オフィスメイクなどシンプルな印象に仕上げたい時におすすめなので、ぜひお試しください。まず左下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。今回は少し狭めの範囲のベースとして塗っていきます。続いて右上のカラーを指に取って、さらに上から足していきます。この2色は普段使いにも特におすすめです。続いて右上のカラーを指に取って、黒目の中心に薄く塗っていきます。ベースに塗っていることで、こちらのブルーグリーンがそこまで強く発色しなくて、こんな感じで顔を動かした時にほんのりニュアンス程度にカラーが見えるような使い方もできます。少しだけ仕込んでおくと瞳の色が綺麗に見えてとてもおすすめです。
最後に右上のカラーと左下のカラーを付属のチップの細い面に取って、下まぶたのまつげの際にのせていきます。レッドブラウンを合わせていますが、まつげの際にのせると自然な血色感を与えてくれる感じで、派手になりすぎずに使えます。はい、3つ目のメイクはこんな感じで完成しました。上まぶたにブルーグリーン、下まぶたにレッドブラウンと、1つ目のメイクと似ている構成ですが、ベースにベージュブラウンを仕込んだり、アイシャドウを塗る幅を少し狭めにすることで、このくらい自然なメイクも楽しむことができます。ベージュブラウンのニュアンスに角度によってほんのりブルーグリーンの透明感を感じられるような目元なので、一見ベーシックなメイクですが、アクセントもある目元に仕上がってくれます。カラーは楽しみたいけれど派手になりすぎるのが苦手という方にとてもおすすめです。こちらは色味が強く出すぎていなくて、目元に自然な立体感を与えるニュアンス程度のメイクなので、パーソナルカラー問わずにお楽しみいただきやすいと思います。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで、フレット工房店のホリデー限定色502を使ったメイクパターンをご紹介していきました。こちらのパレットはブルーグリーンとレッドブラウンが入っていて、全色を使ってメイクすると少し難しそうという印象を持たれる方も多いと思いますが、全体的に上品なくすみニュアンスで発色が強すぎないのと、肌に溶け込むような微細な粉質の効果で全色を組み合わせても派手になりすぎずにいろいろなパターンが楽しめました。ぜひいろいろなメイクを楽しんでみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。